一人で完璧な世界を作り上げても幸せにはなれません。ミニマリズムのよくある間違いとして、やっぱり完璧主義に陥りやすいと思うんですよね。私も少ないもので、暮らしています、ずっと。で、今、ワンバックワンライフスタイルって言って、このバックパック一つで、今ちょっと散らかってるんだけども、60個のものですね。前回までちょっと65個あったんですけど、それ60個に減らして、今60個で、バックパックに入るものだけで暮らしています。で、家にあるのは、冷蔵庫。これはまあ備え付けのものです、ちっちゃな。で、私のものではありません。このマンションのオーナーのものです。そして洗濯機。そんな感じ。家電は。あと炊飯器があります。無印良品の。これ過去に何度か紹介してるんですけどね。で、あとは PC ですね。ラップトップが1台あります。はい。電子機器はそんなもので、で、コンセントにつないでるものはそんなものですね。あとはエアコン、備え付けの。で、そんな感じで、つまりその心地いい空間っていうのを作るために減らす。で、自分が管理しやすい、把握できるものだけにするために減らす。で、もちろん最初はものすごく効果があります。で、その捨てること自体がやっぱりその気持ちよくなるというか、気持ちよくなっちゃうんですよね。で、どんどん減らしていくことになるんですけど、それがエスカレートしていくと、何かノイズみたいなもの、自分が嫌いなものとか、もちろんそうですけど、ちょっと増えただけでも何かノイズに感じてしまう。で、そうなっているともうミニマリズム病みたいなものにかかっているような状態です。で、もちろん、そのフェーズっていうかその過程は必要で、で、やっぱ最初はそういうふうに陥りやすくて、で、それがストレスになったりして、で、辞めちゃう人もいたりとか、ただ、それを繰り返していくと、やっぱりリバウンドした時に少ないもので暮らすっていうことがいかに心地いいか、そしてやっぱりその自分の生活とか、人生が好転していくような感覚っていうものが、やっぱりよく思えてくる。そしてまたその減らすっていうフェーズに入っていくみたいな、なんかそういうふうな繰り返しがあると思います。で、やっぱりそういうふうな完璧主義を求めることに陥っていくと。で、そういう側面ももちろんあるんだけど、なんか僕はちょっと違う次元で今、ミニマリズムを捉えていて、で、それはね、ちょっとうまく言葉にできるかわかんないんですけど、やっぱ完璧主義っていうものを突き詰めた先には何も残らないと思うんですよね。一人ぼっちの人工衛星というか、結局その自分の身の回りを完璧に固める、なんかミニマリズムを用いて自分の部屋とか空間を整えるっていうことは、それはその自分自身の満足にしかならない。そこを追い求めていることにしかならないっていう状況に陥りがちなんです。だから改めてその原則を思い出してみるっていうか、一つ心の中に置いておきたいことは、何のために減らしているかなんですよね。で、それがもちろんその一人だったら、それは全て自分のために行っているってことになるんだけど、自分しか対象がない場合は、それが幸せにつながらない。結果的にその孤独、一人ぼっちの人工衛星、宇宙に漂う、そういう感じになっていくんですよ。ただそれがミニマリズムをツールだと捉えて、で、自分のためではなくて、誰かと時間を使うためにミニマリズムを用いているという、そういう考え方を常に持っていれば、その時間を作る、それは人と会うために時間を作る、そのために物を少なくしておくっていう、そういうふうな考え方っていうか転換ができるようになります。なので、最初はどうしてもやっぱりその自分が心地いいから減らす。自分の快適さのためだけに減らすっていうところにみんな入っていくと思うんですけど、やっぱりその先を考えていかなければ全く意味がないと思うんですよね。で、僕自身は、もちろんその人と会ったりとか、誰かのためになんかなるようなことを作ったりとか、なんかそういうところにフォーカスをだから最近はしているような感じです。それができるようになってきたって感じですかね。2014年とか13年ぐらいでしたかね。それくらいから減らし始めて、最初減らしていた頃なんかはもう全くその周りのことを考える余裕なんてなかったんですよ。
もう完全にその自分のためだけに減らすっていうフェーズが長らく続いていました。で、ちょっと前にピーター・ローレンスっていうシンガポールのミニマリストの話をしてるんですけど、動画で。で、彼もまあ同じようなフェーズ、そのミニマリズムにはフェーズがあるっていう話をしていて、で、その中で結構似たような考え方を語っていたんですけど、やっぱり最初はそういうふうな減らすっていうフェーズが来て、じゃあ時間ができると。で、次はじゃあそのできた時間で何をするか。それは自分の心身を健康に保つっていうところが土台にありながら、あとはもう社会貢献、他者貢献、そういうものになっていく。他に貢献していくっていうこと。それによって社会とのつながりがより生まれて、で、孤独ではなくなるし、ミニマルなんだけど、すごくなんかつながっている感じ。そのなんかミニマリスト同士でつながってるって言ったらちょっと変かもしれないですけど、なんかそういうイメージなんですよ。それぞれが独立しているんだけども、ちゃんと社会的なつながりを持って生きているみたいな、そういう風な状態。これはでも、口で語るのは簡単で、結構理想論的なところはあるんですけど、どうしてもやっぱりそのものっていうのは、やっぱり個人に紐づいているから、それを考えるっていうことは個人について考えること。だから自分について深く考えることができないと物は減らせないっていうこともできると思います。これちょっとだからね、難しいところではあるんですけど、そういう側面があると。で、やっぱり減らしすぎるとそういうふうに孤独になって幸せじゃなくなるっていう、そういう側面もあるっていうことね、一つは。だから十分に注意する。それをツールとしてあえて捉えてやっていくってことが大事ってことです。で、もう一つ自分が考えていることは、ミニマリズムを用いて自分自身をあえて不快な方向に追い込んでいるってこと。不快な環境を作るっていうことです。で、これはそのエクストリームだからっていうところもちょっとは関係していると思うんですけど、心地いいところで止めるっていう方が、多くやられている手法だと思います。完全に減らしすぎないっていうか。ただ、それを一歩踏み込んで、エクストリームに入った時に何が起こるかっていうことなんですよ。で、これは、簡単に言えば、自ら不快さを生成している。ちょっと不快な環境を作っているってことなんですよね。前回そのキッチン用品の話をしましたけど、やっぱり不便なんですよね。不便にあえて自ら進んでなるっていうことなんですよ。ミニマリズムを実践するっていうことは。じゃあこれが何に役に立つかというと、これは現代社会があまりにも物が多すぎて便利すぎて、そして SNS とかそういう刺激ですね。アテンションベースの刺激が多い中で、あまりにも人がドーパミン過剰状態になっているっていうこと。で、そこから一歩引くことができるんですよね。で、これは言ってみれば、人間という身体を古代の状態というか、狩猟採集時代に戻すっていう試みに近いと思っています。で、今あまりにもその刺激が多すぎて、で、欲望をね、ひたすら拡大するような社会状況になっていると。国によっても違うとは思いますけど、日本はそういうフェーズだと思うんですよね。やっぱりその欲望の喚起装置として、いろんなメディアとかネットとか SNS があって、そこに引っ張られるように消費を喚起されて、買わなければいけない、稼がなければいけない、で、使わなければいけない。で、所有しなければいけない。もうそういうものだらけで。で、やっぱり買い込んだりとか、で、あと食べたりとかね、美味しいものを食べたりとか、で、お酒を飲んだりとか、だからひたすら自分の欲望に対して、ずっと消費を続けているような状態。欲望をいかに消費するかっていうか、欲望をいかに解消するかみたいな方向になっていると。で、ちょっとやそっとの刺激では満足できないような体とか思考になっているんですよね。で、それはもうドーパミンが過剰に出ているっていうことです。つまりもうドラッグみたいなものと一緒で、最初はちょっとした食事とか、そういうちょっとした服とか、そういうもので満足できていたのが、だんだんね、同じことを続けていると刺激が足りなくて満足できなくなるんですよ。で、より
美味しいものとか、より酔えるものとか、より着心地がいい服とか、より住み心地がいい家とか、そういうものをどんどん過剰に求めていくっていう方向性が強まっているなと思います。これはSNS、インターネットも同じで、この YouTube も多分同じです。見れば見るほどに、あるいはクリックすればするほどに、いろんなメディア、新しい情報が出てきて、それをひたすらスクロールして、ひたすら消費してしまうと。で、去年まではこれくらいの消費量だったものがもう全然物足りなくて毎日増えてって、今年これくらいになって、で、来年はこれくらいの消費量になるみたいな。で、その脳が満足できるような量がどんどん多くなっていく。これがつまりドーパミン過剰状態になっている。で、話を戻すと、ミニマリズムを実践するっていうことは、それをあえて不便な状態に持ち込むことによって、そのドーパミンレベルを正常に戻すことだということもできると思います。だからあえて狭い部屋で暮らすとか、持ち物を減らす。で、自分がやってるようなその食事とかもそうですけど、毎日同じような味気ないオートミールを食べるとか、で、毎日同じような玄米を食べるとか、調味料の数を絞るとか、あとはその使う道具を絞り込んで不便な状態にしておくとか、そういうことを行うこと。つまりその制限している。自分から仮想的にその狩猟採集時代のようなちょっと昔の不便な状態を作り出しているっていう。そういう考えですね。客観的に見てそういうところをやっているんだろうなと。で、自分が実践していることは実際にそういうことでもあると思っています。つまりその満足のレベルを下げるっていうことで、それが樽を知るっていうことにもつながってきたりするんですけど、やっぱり少ないものとか、狭い部屋、そして質素な食事で満足できるようになると、それ以上を追い求めるっていう気にならなくなるんですよね。で、同時に、それ以上の刺激みたいなものが来た時に、すごくね、それに対してありがたみとか、美味しさとか幸せとかを感じるようになります。そうすることが唯一、その現在のドーパミン過剰な、情報過剰な社会に、を乗りこなしていくっていうか、そういう一つの解決策、いろんな多分解決策はあると思いますけど、物を減らしておく、あえて不便な状態を作っておくっていうことが、そういう社会に対する一つの解決になるんじゃないかなと思っています。で、これ筋力を増大させることとか、で、その睡眠薬の量を増やしていくこととか、それと多分一緒なんですよね、結局ね。で、やっぱり筋肥大を目指すっていうのは、やっぱりどうしても食べまくらなければならない。そして運動して、また食べて、食べる量をどんどん増やしていかなければならない。で、そうなるともう再現がないんですよ。で、もういくらでもそれをやり続ける。で、やり続けた先にはじゃあ何があるかっていうこと。で、もちろんそれはプロフェッショナルとかアスリートのレベルで言えば、何か試合に勝つとか優勝するとか、そういう達成があるのかもしれないですけど、今のその情報とか、物の過剰な消費とか、ラグジュアリーなものに対する過剰な欲望みたいなものっていうのは、再現が本当にないので、その一番最後までそれを追い求めた時に来るのは、大体破滅なんですよね。多くの人がそれで破滅していくことになると。簡単に言えばだからほどほどにするっていうことでもあるし、で、そのためには、さっき話したように、自ら、あえて制限したような仮想状態、あえて狩猟採集時代的な状態を自分の中で作るっていうこと。で、その鍵の一つがミニマリズムであるっていうこと。で、今日はそういうわけで2つの軸で話をしてきたんですけど、一つは一人で完璧な世界を作っていくことが幸せにはつながらないと。だからこそいつもミニマリズムはツールであるっていうことを考えて、それを使って他者との時間を作るためにそれを使用するってことが一つ。で、もう一つは、そういうふうに物を減らすっていうことは完璧な世界を作り上げるっていう方向性もありながら、同時に自分自身を不便な状態に置いて、疑似的な狩猟採集時代。これ狩猟採集時代じゃなくてもいいんですけど、江戸時代とかね、そういうドーパミンが過剰でなかったような時代を仮想的に自分で作り出すっていう行為であるっていうこと。そうすることによって欲望とか刺激を過剰に追い求めていく方向ではなくて、今あるものに満足できるような状態を作り出すことができるっていうこと。今日考えたことはそういうことです。
はい。で、今日ね、自分の家ちょっといろいろ散らかってて、これからまた旅に出るので、そのちょっと準備をこれからしていきます。で、次回は間に合えばその様子をお届けしたいと思ってますので、次回もぜひ見に来てください。ぜひチャンネル登録もお願いします。少ないもので暮らしながらより作っていく。ドーパミン過剰状態から抜け出しながらミニマルなニュースレターを発行しています。週に1回土曜日ですね。近況報告とかジャーナルのサマリーをお送りしてますので、ぜひそちらも登録してみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。